今回はこちら、ウランジのワイヤレスマイク UWMIC20T、20T かな。UW マイク 20T ウランジワイヤレスマイクだと思いますが、UW マイクを紹介します。ワイヤレスマイクっていうと、私も使ってまして、こちら。僕はね、このロードのワイヤレス GoTo っていうのを使ってるんですけど、これもう1個本当は、マイクがあるんですが、今もう使っちゃってるんで、とりあえず1個だけ見せますが、こんな感じでワイヤレスマイク、受信機とマイク、もう1個マイクっていう形のものが結構出ていて、これの他に DJI から DJI マイクっていうのも出てるんですね。ただ、これね、これがだいたいワイヤレス GoTo が今新品で4万6000円ぐらいで DJI のマイクの方が4万9000円ちょいぐらいかな。で結構するんですよ。業務用のねワイヤレスマイクに比べると全然安いんですけど、それでもちょっと気軽に買えるような価格ではないんですよね。ただこのウランジの、UW マイクは激安で、なんと1万1000円ぐらいかな。1万1000円ぐらい。Amazon のセールの時期になると1万円切ってる値段で出てる時もあるんですよね。なのでちょっともしこれが使えるんであれば、4倍5倍近い価格のマイクと結構戦えるんじゃないかなと思って、購入してみました。ではちょっとチェックしていきましょう。で取り出しました。もうねちょっとしばらく使って結構雑に扱ってたらケース傷ついちゃってるんですけど、こちらが、ケースになってます。でこれをパカッと開けると中に、レシーバー受信機とマイク2つが入ってます。ちょっと細かく見ていくと、まずマイクの方は、こんな感じになっていて結構ちっちゃめですよね。で後ろにクリップがついていて挟み込めるようになっていると。衣服とかねポケットとか裾のところとかスッと挟めて止められるので結構便利になってます。あとこれが電源ボタンとあと録音ボタンにもなっていて、実はこれ、ここにねマイクロ SD カードが刺さるようになっていて、今もう刺さってるんですけどちょっと出してみようか。マイクロ SD カードが入ってます。これでねマイクロ SD を挿しておくことによってマイク単体でも録音できるようになってるんですよ。いわゆるテレコ的に使えると。で、もう今、チカチカしてるんで、ここを電源1回押すと、青いチカチカになりますよね。LED が青くチカチカ光るんで、これがね、今もう録音してますよっていう状態になってるんです。で、先ほどの、このね、ロードのワイヤレス GoTo と、ちょっと音声比較をしてみようと思うんで、こっちはこのまま今もう使います。これで今解説しているこの音声をこのウランジのワイヤレスマイクにしたり、ワイヤレス GoTo にしたり、ロードのワイヤレス GoTo にしたり、音質をチェックできるようにしてみようかなと思います。ちなみに今これ iPhone のそのまま本体のマイクで音を使ってるはずです。こんな感じでウランジのワイヤレスマイクとロードのワイヤレス GoTo をつけてます。これで音質チェックしていきたいと思います。はい、こちらはレシーバーです。私はこの Type-C のバージョンを購入いたしました。もう一つね、ライトニングのバージョンがあるんですよ。いわゆるこれスマートフォンの Type-C もしくはライトニングの端子にプスッと挿して使うようになってるんですけど、それぞれね Android 系の Type-C と、iPhone のライトニングっていう風になってます。どっちの端子が利用頻度高いかなって考えたんですけど、もしかしたらPC とかでも使えるかなと思ったんで Type-C にしました。ライトニングだけだとね、ライトニング iPhone しか使えないんで、一応 Type-C にしてみました。ライトニングで必要な場合は先ほどのワイヤレス GoTo が一応 iPhone に対応してますんで、専用ケーブルが必要ですけれども iPhone の方でも使えるんで、とりあえず Type-C が使えればいいかなと思ってこっち買ってます。で本体にはこれ2つボタンがついていて、ちょっとこれは後で説明します。その他、ここにイヤホンジャックがあるんですけれども、これモニタリング用の端子でマイクから入ってきた音声を確認するためのものです。これも後で説明しますけど、スマートフォンから出る音声はここからは出てきません。そこを結構注意しないと、勘違いするとこういうふうに使いたいと思った時に使えないので注意です。
それから忘れてたマイクの方なんですけども、ここにマイクがついてるんですが、外部入力の端子はありません。ワイヤレス GO2 だと例えば取り外すとここにマイクのマークがあって外部入力の端子があります。ここにね例えばピンマイクのコードを入れてきて、ここで録音するんじゃなくってピンマイクで録音するとかそういうふうなことにも使えるんですけれども、ウランジの方は外部入力ないのでこのマイクだけで録音という形になります。で使い方なんですけど結構簡単で今も見ても分かる通りケースを開くとマイクの方は自動でオンになってピカピカ光ってますよね。これも自動でオンになってます。電源ボタン長押しすると電源オフにはできるんですけども自動でオンになってくれてます。これで待機状態になってますね。でこのレシーバーの方はこれバッテリーを内蔵していないのでスマートフォンとかに挿さないと給電されません。今回用意したのは Pixel 7 Pro です。ここの Type-C の端子に差し込むと緑色に点滅してオンになりましたね。でしばらくするとこのマイクとレシーバーの緑色の LED が常時点灯になります。これでペアリング完了という意味になってますんでこれでマイクとして使えます。で例えばですねカメラアプリを起動して動画にしますね。で設定を開くとここにマイクってあるんじゃないですか。このマイクねスマートフォンのマイクここをこっち側にすると有線マイクっていうふうになって今これつなげているウランジのワイヤレスマイクが使えるようになります。要はウランジのマイクから音声を入力して、動画撮影時に一緒に録音していくっていう形になってますね。その他レコーダーも同じでこれレコーダーどうすればいいんだっけ。はいこれレコーダーですね。文字起こしにするとちゃんとマイクが効いてると思いますがここ見てみると外部マイク USB ってなってますよね。タップすると外部マイク USB スマートフォンのマイクと切り替えられるようになってます。これでウランジのマイク USB で接続したマイクから音声入力してますよということになってます。なのでねこういうふうに文字起こしとか割と綺麗に音声が入ってた方が文字の認識度が高い認識率高いんで、こういうふうに使いたい人にはこのワイヤレスマイクって結構おすすめですね。で同梱物を見ていきましょうか。といってもシンプルなんですけど入っているのはこのイヤホンとタイプ A タイプ C の充電用のケーブルの2つです。イヤホンはね、モニタリング用なんだけどなぜか4極のイヤホンがついてるんだよな。出力音声だけだと思ってっていうかこれイヤホン自体にマイク機能はついてないと思うんだけどなぜか4極のイヤホンが入ってます。タイプ C はこれ 2.0 だろうな。であともう2つというかワンセットこのモフモフ風防ウィンドジャマーがついてきてます。これねこのマイクのここの部分に取り付けるんですよ。はい取り付けました。これで風が当たってマイクがボーってなるじゃないですか。いわゆる風切り音なんですけどもあれを防いでくれるんですね。このウィンドジャマー結構これ重要で僕ロードのワイヤレス GO2 使う時は基本このウィンドジャマー風防をつけっぱなしなんですよ。なんだけどちょっと気になる点がこのねケースにねつけたまんまだと入んないんだよね。ほら当然なんだけどこれがねつけたまんましまいたいっていうのねこの風防なくすのよ絶対バタバタ慌ててるとカバンでねまたどっか行っちゃうのこのサイズだから。なのでなんかしまうところがあるかつけたまんましまうかっていうのができるようにしてほしかったかな。同梱物はこんな感じです。続いてボタンの使い方をちょっとチェックしていきましょうか。ここにね2つボタンがついていて、再生と停止ボタンがついてる方の左側のボタンとプラスとマイナスが書いてある右側のボタンこの2つがあります。で再生停止の方のボタンはこれ電源オンオフになってるんで、押すと電源が切れます。一回やってみましょうか。ポチッと。
これ赤になったでしょ。電源が落ちてます。でもう一回押すと緑になって電源がオンになるという感じ。これは簡単な機能なんですけども、問題はこっちの右側の方ですね。これが何かっていうと、まず1回普通に押すとこう赤く光りましてね、見えました。赤く光って、これこのモニタリングで出力している音声の原因を上げるんですね。要は音量を上げるんです。でこれが3段階になってて、もう1回押すと赤が2回3回光ったな。レベル1だったのかな。いいのか、レベル3か。1回押すとレベル2になって、もう1回押すとレベル3になる。で赤が3回光っていると。でもう1回押すと赤が1回光ってレベル1になると。3段階で調整できるようになってます。でこれモニタリング用の音声の原因なので、録音される音声の音量の増減にはあんま関係してません。で録音される音声に関係しているのはもう一個ノイズ抑制機能があって、いわゆるノイズキャンセリングみたいな感じかな。ノイズ抑制の機能があります。でどうやって使うかというと、ダブルクリックをする。ダブルクリックをしてポンポンと押す。そうすると、緑が1回点滅しましたよね。これで、機能がオンになってノイズ抑制機能レベル1になってます。レベル1でもう1回押すと2回点滅して、レベル2になってます。でもう1回ダブルクリックすると3回開いてない3回光って3回 LED が光って緑色の点滅が3回光ってレベル3になってます。ノイズ抑制の効果がレベル3、一番高い状態になってます。でもう1回ダブルクリックすると変化ないんですよね。変化ないんだけど、これでノイズ抑制の機能がオフになってます。オフになってるんですよ。でここがね分かりにくいよね。なんかこう1回でも4回でもなんかこう違った動きをしてくれると機能オフになってるっていうのが分かるんだけど、これだと機能オフになったかどうか分かんないね。試しにもう1回やってみるとこう1回光るんですよ。なのでこれで、ノイズ抑制がレベル1、これでレベル2で3回押しちゃった。12、3、もう一回押すとレベル3で、もう一回ダブルクリックするとオフになってます。機能的にはこんな感じですね。この後 Pixel 7 Pro のカメラアプリで動画を撮影してマイクの音質とかチェックしてみたいと思います。合わせてロードのワイヤレス GO2 でも、同じく録音してみますんで、音声比較の方とかしていってみたいと思います。ではいろいろと条件変えてマイクのテストをちょっとしていきましょう。まずは室内ですね。これ私の自室なんですけれども、ここにねデスクトップの PC があって結構常時ファンが回ってる状態です。でこの状態で現在騒音どれくらいかというと、ちょっと黙りますね。だいたい33デシベルから34デシベルぐらいといったところです。そこでファンが回ってる音が多分拾ってると思うんですけど、それぐらいの騒音です。で、撮影に使っているカメラ、今これ Pixel 7 Pro になってます。今の音声も Pixel 7 Pro 内蔵のマイクで録音しています。ではこれからこのウランジのワイヤレスマイクをつけてどれぐらいの音質になるかチェックしてみましょう。ウランジのマイク装着しました。ここに装着しております。音声の方聞こえていますかね。まだちょっと編集前なんでどんな音になってるかわからないんですけれども、これが標準の状態のマイク設定での録音になります。ウランジのマイクを装着して標準の状態、標準の設定での録音になります。続いてノイズ除去機能のテストです。ただいまノイズ除去機能をオフの状態で撮影しています。
ノイズ除去機能オフの状態の音質はこんな感じでございます。いかがでしょうか。割と PC、真上に PC があるんですけど、デスクトップ PC があるんですけど、これのファンの音とか結構拾ってるんじゃないかなと思います。それではノイズ除去機能をオンにしてみましょう。レベル3段階あるんですが、まずレベル1にしてみます。はい、こちらノイズ除去機能をオンにしてレベル1の状態です。はい、レベル1にしてみました。いかがでしょうか。先ほどのノイズが消えてるかどうか、ちょっとね、今撮影中なんで確認はできないんですけども、ノイズの消え具合、どんな感じになってるか、ちょっと見ている方、確認してみてください。これはレベル1です。次、レベル2にしてみます。はい、レベル2にしてみました。いかがでしょうか。レベル2の状態です。レベル2でどれくらいまたノイズが消えているかというのを確認してもらえばと思います。では続いてレベル3にしてみます。はい、レベル3にしてみました。いかがでしょうか。レベル3、一番これがノイズの状況を一番強くした状態の、状態ですね。レベル3にしております。いかがでしょうか。ノイズ除去機能レベル3です。ではここからオフにしてみます。はい、これでオフになってるんじゃないかな。多分オフになってると思います。このオフにするときだけね、LED の光り方が変わらないんで、ちょっと分かりにくいんですけども、多分オフになってると思います。はい、ノイズがまた乗ってるんじゃないかなと思います。受信機のボタンをダブルクリックすると、レベルが1段階ずつ上がって、レベル3までいくと、次が、機能オフに戻るっていうような仕様になってますんで、次もう一回じゃあレベル1にしてみます。はい、これがレベル1の状態。レベル1。次、ちょっと次々切り替えていきますね。レベル2です。はい、レベル2にしてみました。レベル2の状態です。いかがでしょうか。続いてレベル3。はい、ノイズ除去レベル3の状況です。レベル3の状態です。はい、レベル3に設定しております。で、オフにしてみます。はい、これでオフになってると思います。オフになってるかな。はい。感じのワイヤレスマイクのノイズ除去機能のテストでした。続いて普段私が使っているこのロードワイヤレス GoTo と音質比較をしてみたいと思います。すでにワイヤレス GoTo で録音している状態になってます。同じ位置に取り付けてテストしてみます。はい、ワイヤレス GoTo での音質です。ワイヤレス GoTo のマイクをつけて録音している状態です。音質どうでしょうか。巻き戻したり、巻き戻しって言わないか。はい、ワイヤレス GoTo のマイクをつけた状態で録音しております。音質の方いかがでしょうか。ね、スライダーをちょっと動かして、ウランジのマイクとの音質比較していただければと思います。特にね、ノイズキャンセルとかの機能はないので、これ一択になります。続いて道路脇の屋外で音質チェックしてみたいと思います。現在ですね、こんな感じで、車が走ってると70までいかないけど65から60後半デシベルぐらいですかねの騒音になってます。現在これは Pixel 7 Pro の内蔵マイクで録音しております。ここからウランジのマイクに切り替えてみたいと思います。こちらでウランジのワイヤレスマイクの方を取り付けております。屋外ということでね、付属のウィンドジャマー、このモフモフですね。風がマイクに当たって、ノイズになってしまう風切り音の方を抑える、ウィンドジャマーの方を装着しております。というわけですでにウランジのマイクで録音しているわけですけれども、これノイズ除去機能オフの状態です。ノイズ除去機能オフの状態です。まだ編集前でね、ちゃんと音声聞いてないんで、どれぐらい、どんな音質なのかっていうのをまだチェックしてないんですけれども、皆さん聞いてみていかがでしょうか。ここからノイズ除去機能をオンにしていってみます。まずはレベル1。はい、これがノイズ除去機能レベル1の状態です。車の走行音とか風がマイクに当たる音とか、どんな感じのノイズが抑えられているか、ちょっと後で確認なんですけれども、いかがでしょうか。続いてレベル2にしてみます。はい、レベル2にしてみました。レベル2の状態です。レベル2でこんな感じのノイズ除去の性能になってます。レベル2です。続いてレベル3にします。
はい、レベル3にしました。レベル3の状態です。レベル3の状態でノイズの方いかがでしょうか。ノイズ除去の機能レベル3の状態です。もう一度、機能オフに切り替えてみます。はい、ノイズ除去機能オフになっていると思います。ノイズ除去機能オフの状態です。音質の方いかがでしょうか。はい。もう一回一周してみますね。ノイズ除去ノイズ除去機能レベル1。はい、レベル1の状態でこんな感じ。今ちょっと車の信号変わって車が今流れていないんで、ちょっと待ちましょうか。信号変わったんで車流れ始めたかな。はい、レベル1です。次レベル2にしてみます。はい、レベル2の状態ですね。レベル2の状態のノイズ除去機能の性能です。音質チェック中です。続いてレベル3にします。はい、レベル3にしてみました。レベル3の状態です。ノイズ除去いかがでしょうか。レベル3の状態です。はい。これで、ノイズ除去オフにしてあります。ノイズ除去機能がオフになってます。音質いかがでしょうか。レベル、多分ね、結構この状態だとノイズ乗ってると思うんですけども、声がそれでも拾えてるかどうかとか、ちょっと気にして聞いていただければと思います。続いて比較用にワイヤレス GoTo のマイクをつけております。だいたい同じ位置に。で、また同じようにこれ付属の風防、ウィンドジャマーですね。風切り音予防防止の風防をつけて録音しております。音質の方いかがでしょうか。ワイヤレス GoTo のマイクでの音質テストです。先ほどのウランジワイヤレスマイクと比較していただければと思います。音質の方いかがでしょうか。続いてウランジワイヤレスマイクの有効距離をちょっと調べてみたいと思います。このままちょっと離れていくんで、どの辺で切れるか、ちゃんともしかしたら切れないのかっていうのをちょっと見ていきたいと思います。ではこれからどんどんズン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 離れていきます。どうでしょうかね。まだ聞こえる？ちょっとスペック上の数値は後でこうテロップに出しますけども、どうかな。まだ大丈夫かな。ブラジルの皆さん聞こえますか？こんな感じになっていて、こうどうだろう、建物の影とかに隠れるとどうかな。はい、どうでしょう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 、どんな感じでしょうか。まだ聞こえるのかな。またズン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 近づいていきます。どうでしょうか。どうですかね。はい、マイクの距離どれぐらい離れて届くかどうかっていうのを今チェックしてます。どうでしょうか。ずんずん今歩いて近づいて戻ってきてます。まあこの辺は全然届くでしょうけども、はい、こんな感じでした。はい、いかがだったでしょうか。価格がね、4分の1以下という割には結構綺麗に取れているし、ノイズ抑制も結構効いていて、なかなかコスパのいいマイクなんじゃないかなと思います。ただ、ちょっと購入して Android で使おうと思うと、いろいろと注意しなきゃいけない点があるんで、その辺をちょっとチェックしていきたいと思います。まずですね、このね、カメラアプリで録画をする場合、標準のカメラアプリが外部マイクに対応してないっていうケースがあるんですね。僕今手持ちにあるこの ASUS の ZenFone 9と、シャープの AQOS R7、これどちらも標準のカメラアプリでの動画撮影の際に外部マイクに対応してないんですよ。なのでこのウランジのワイヤレスマイク、ロードもこのねロードのワイヤレス GoTo も同じなんですけど、これを挿しても、外部マイクからの音声を拾ってくれません。
そこがまず注意1点ですかね。ただこれ端末全体で対応してないっていうわけじゃなくってアプリごとなので、例えば AquosR7 でもYouTube アプリからの、配信機能では外部マイク対応してたし、あと Chrome でストリームヤードを使って配信する場合も、USB デバイスっていうのを選べて、そこから音声、いわゆる USB マイクからの音声で配信っていうのもできました。これね iPhone で結構、ストリームヤードの配信とかも屋外にいる時とかするんですけど、このね iPhone のサファリだと外部 USB で接続したライトニングか、外部接続したマイクを使った配信でできないんですよね。なんで Android の方が結構融通きくなとは思います。ただ標準のカメラアプリでこの USB 接続の外部マイクが使えないケースでも、これは AquosR7 なんですけども、この例えばオープンカメラっていうサードパーティーのカメラを用意するとですね、ダウンロードしておくと、これで設定をして、ビデオの設定ってすると、ここにオーディオソースってあるんですが、このオーディオソースにビデオカメラの下に外部マイクが接続されている場合でありますので、このオープンカメラっていうアプリは外部マイクが使えます。なのでこのサードパーティーのアプリを使ってビデオ撮影をすれば、ウランジのワイヤレスマイク、これねロードも一緒なんですけども、標準のカメラアプリが外部マイク USB 接続のマイクに対応していない場合でも使えます。ただね標準のカメラアプリの方が絶対画質はいいんで、そのねカメラの特性に合わせて各メーカーがチューニングしてるんで、できれば各メーカーともカメラの標準アプリが外部マイクに対応してほしいと。それができないならせめてスペックにね、標準のカメラアプリでビデオ撮影の場合、外部接続のマイク USB 接続のマイクは対応してませんとかって書いててくれると、購入の目安、ワイヤレスマイク買おうかなとか USB マイク買おうかなっていう目安になるんですけど、そこねメーカーに聞いてもねすぐに返答返ってこなかったり、あまり気にされてないポイントではあるんですけど、ちゃんと調べないと結構出てこない情報なので、その辺ね公にするか、もうみんなちゃんと対応するかっていう風にしていただきたいなと思います。あと Pixel 7 Pro でも他でも全部そうなんですけど、スマートフォンからの音声はこのモニタリングのジャックから出力されないんですね。でサウンドデバイスとしてこれ登録というか認証してしまうんで、音声をこれから出そうとするんですよ。なので何が困るかっていうと、Zoom とかのビデオ会議アプリみたいなやつはこれねマイクとしては対応してるというか使用できて、こっちの音声は向こうに届くんだけど向こうの音声が聞こえないと。本体スピーカーからも音は出ないし、このモニタリングのジャックからも音は出ないんで、スマートフォンでテレカンというかビデオ会議をしたいからこのマイクを買うっていうのは結構厳しいというか、無理があるかなと思います。そのために買うのはちょっと NG というかやめといた方がいいと思います。ただ Windows PC でちょっと試してみたんですけれども、そっちはちゃんと外部 USB マイクとして認識してました。でしかも Windows は音声を出力するデバイスとマイクとして音声を入力するデバイス、それぞれ違ったデバイスを割り当てることができるので、Zoom とかのこのテレカンビデオ会議アプリでもこのウランジのワイヤレスマイク、使えました。ウランジのワイヤレスマイクから音声を入力して、で本体のこのイヤホンジャックから音を出して聞くっていうふうにできました。多分ねスピーカーから出しちゃうとその音をマイクが拾ってループしちゃうとかってなる可能性があるので、イヤホンを使った方がいいと思いますが、一応PC ならビデオ会議でも使えるっていうのは、実験で試してちゃんとできるのは確認しました。それと手持ちの iPad Air 第4世代の iPad Air なんですけど、iPad Air は Type-C の端子になっていて、これでビデオ撮影をしたところワイヤレスマイク、ウランジのワイヤレスマイクの音声を拾って、動画撮影できましたんで iPad でもきっちり使えそうですね、Type-C モデルでも。なので本当に iPhone でしか使わないっていう人はライトニング版を買った方がいいと思います。
でね、残念なのは、自分の環境だけの可能性もあるんですけど、一応タイプ C をライトニングに変換するアダプターがあって、一応それデータも通るアダプターなんですけど、それを使って iPhone 14 Pro に挿してちょっと試してみたんですが、今ねちょっと本当は実験したかったんだけど、そのアダプターどっか行っちゃったんだよね。で試してみたんだけど、それでも、カメラアプリでの録音にウランジのこのワイヤレスマイクの音声が入っていってなかったんで、多分 iPhone ではやっぱりそういう変換アダプターとかかましても使えないんじゃないかなと思います。なのでね、 iPhone 使ってて Windows も使ってるとか、そういう人はちょっと悩ましいところですよね。あとこれ非常にニッチというか、あんまり実用的ではない使い方なんですけれども、一応このウランジのワイヤレスマイクのレシーバー、モバイルバッテリーでも給電して動作はします。なので、この動作させた上でモニタリング用の音声をデジカメとかのマイク入力に入れて録音するっていうことも一応できます。できなくはないです。このマイクの音量、一応外部マイク入れてて、消えやすいな、外部マイクここに入れてて、インジケーター見るとマイクの声に合わせて動いてて、さっき録画もしてみましたが、ちゃんとマイクからの音で録音できてました。一応こんな使い方もできますが、給電しなきゃいけないし、3.5mm つけなきゃいけないんだったら他のマイクを使った方が多分使いやすいと思いますが、一応ねこれができるということだけお伝えしておきます。というわけで今回はこのウランジのワイヤレスマイク UWMIC だったっけ、ウランジワイヤレスマイクの紹介でした。このねタイプ C 版、割とパソコンで使えたりとかもするので汎用性高いんで、しかも音質も結構いいし安い、何より1万円切って買うこともできるんで、かなりコスパ高いマイクだと思います。ワイヤレスマイク欲しいな、ちょっと試してみたいなっていうふうに考えてる人にはおすすめの品でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録などよろしくお願いいたします。またね。